プラテチアの名物けんちんうどんにネギトロご飯、そしてお餅、うぐいす餅にしました。めっちゃ美味しそうじゃないね。私はとろろうどん。いただきます。懐かしい。私絶対とろろうどんだったね、ここで。そう、うどんコシがすごいな、太いよね。太い。なんだろう、硬い。どう？懐かしい。懐かしい。何年ぶり？十何年ぶり。美味しい。田舎のうどん。うん。あ、で左は地ビール館って書いてあるね。懐かしい。懐かしルートだよ。ここに行くのが唯一の楽しみだった。唯一の楽しみ。たらどこ行くんだっけ？ビルボガラスカに行ってきました。
懐かしかった。世界のガラスがね売ってるんだけど、ガラス製品が面白かったよね普通に、なんか普通に面白かった。そうでも私の子供の時はもっとなんかいろんなのあった気がしたけど。じゃあ今猪苗代湖周辺にいて、ここから五色沼の方に行く途中に、私が子供の頃よく行ってた洋菓子屋さんでケーキ買ってホテル行こう。思い出ですね。思い出です。今回は福島旅行ということで、私は子供の頃に家族旅行で行った場所を巡っていますそして彼は初福島ですね。福島は東北に入るのかな。はい、福島は東北です。初東北。人生初東北、他も行ったことない。あら、いいとこだよ。ここから行くホテルがなんか五色沼っていう5色に変わる沼があって、天気とかさ光の加減で、でその沼の近くにあるホテルです。北欧風ホテル。これ柏屋福島名物って書いてある。柏屋さんの薄皮まんじゅう。これもめちゃめちゃ子供の頃食べてましたね。ビルゴは休業しています。残念。虹だ。いいことあるよ。やった。到着しました。ホテルアルト。天気雨じゃんね、すごいいいじゃん。おー。はい、チェックインしました。本日私たちが泊まるのはホテルアルトさんです。いい感じだね。すごいいいとこだった。めっちゃいい感じ。ベッドがあって、でこっちのソファースペースで、そしてこれもなんかちょっと北欧の雰囲気。あ、すごいいいね。テラスがあります。そしてこっちの奥にはちょっとしたデスクスペースがあって、でここには館内用のサムエとか靴下とか、あとは福島やっぱ自然がすごいからカメムシ退治セット入ってるそしてこちら、ここにちょっと小さなバーカウンターがあって、でこのなんか下のこのいもの全部飲み放題ですって言って、このさっき飲みたがってた本当だ。桃のジュース、あとビールとかもありますね。あとこういうところに歯ブラシとかのアメニティちゃんと揃ってます。お風呂、温泉です。めっちゃいいね、外もちょっと眺められるし、もちろん大浴場もあるので大浴場も使ってみたいと思うんですけど、お部屋で温泉入るのいいね。あとシュトーレンがお菓子でついてました。それではここで1泊2日過ごしていきたいと思います。何する？何もしないです。なるほどそうしましょう。ではお部屋の真向かいにラウンジがありました。好きな本を取ってこのね椅子に座って、そしてすごい外見ながら読書ができるってわけですね。ここにコーヒーとか作れるスペースもあります。10時までドリンクサービスがあって、アルコール全部フリーです。あとソフトドリンクもね、アイスも食べれます。そしてこのロビーでゆっくりいただけるとのことです。猿なしドリンクをいただきました。キウイ科のこれぐらいのなんか丸いグリーンのフルーツらしいです。キウイよりビタミン豊富らしい。あなたは？赤ワインです。かわいい。乾杯。美味しい。これむしろキウイジュースより飲みやすいまである。ちょうど紅葉仕掛け始めたぐらいに最高じゃん。なんかもうほんとフィンランドだねこんな場所あったんだ。あなたの子供の頃の思い出からめっちゃ近い。そうだね、子供の時からガラスが好きで、でこの辺りで北欧っぽい雰囲気を感じて生きてきた、なるほどね。だからフィンランド行った時に懐かしさを感じたわけでも言われてみれば
福島ってさう湖あってさ寒くてさ冬森あってさ、ちょっと通ずるとこあるよね。すごい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 。あ、紅葉してんね。絶対つけなくても見えてる。あ、すごい綺麗紅葉。ちょっと今何だと思ったの。わ、紅葉が綺麗です。ちょうど3日前ぐらいから紅葉し始めたってホテルの方言ってました。浴場に入ります。お風呂上がりの飲み物用意してあります。コーヒー、牛乳とか、あと飲むヨーグルトとか、サイダー、お水、どれにしようかな。やっぱこれかな。夜ご飯を食べに行きます。最高。ちょっとお昼寝しました。本当に何もしてない。これ何でしょう。フルート、酢漬けみたいな感じ。美味しそう。なんだっけこれは。大地をかける検査機。大地かけたのかなこれ。美味しい。香ばしいね。なんか笑いみたいな。ソースも美味しい。美味しそう。これなんだろう。味噌系のおにぎりだね。焼きおにぎりみたい。朝食。朝がゆいね。朝がゆ茶漬け。ワラナット。にも。あとはこっちにスープ、パン、フルーツ、グラノーラ、ヨーグルト、プリンもある。そんなのですね。朝ごはんです。これがテーブルに運ばれる洋食のプレート。そこにお腹がいっぱいすぎておかゆちょっととお味噌汁少しだけにしました。いただきます。
wash away the worries like a winding tide. Yesterday left far behind. Your sweet scent fills my lungs and wine. In this soft light, troubles fade away. With you, no need for words to say your love, the gentle breeze. よし、ホテルチェックアウトしました。よかったね。リフレッシュしました。リフレッシュしました。今から大内塾によって帰りたいと思います。レッツゴー。今日天気がいいね。ねえ、秋晴れですね。ようこそ大内塾。懐かしい。ここに来てた。いや、来てたよ。夏とかはね、トトロみたいにキュウリとかトマトが冷やされてんだね。家の目の前にちっちゃいね、小川流れてるからほら見て見て、ここに夏はトマトとか冷やされてる。ここで？そう。The hush of dawn, a peaceful sea. A run that flows like a tender. これこれって味がする美味しいよね、このさ焼き団子。ここも味噌せんべい。うまっ。でうまいよね。買うこれ。うん美味しいねこれ。ね、うまいよね。気になっちゃってる。気になるね。でもジュースなら私も飲める。すごいねこれ。1週間以内に飲みきんなきゃいけないこの量。これ家でほら味噌団子食べれるじゃん。レンジでしかも作れるの。会津の柿のジャム。梅、桃、リンゴ、ブルーベリー、全部福島県産や。あ、北方ラーメン帰ったくない。確かに。福島といえばラーメンだから北方ラーメン。北方ラーメン詰め合わせ。その紐は大島津2600円。自分にご褒美ですよ。If the Mona Lisa can ネギそばです。これをお箸にして食べるんです。マジ。あとケンチそばです。すくえる？無理じゃない？そう。辛いんだ。美味しそうケンチも。ね。ぜひ買わないと。これ本当？合ってるって帰ろう。帰ろう。 'Cause I only care about one thing, you know. None of it matters as much as you matter to me. Ooh, if the Big Ben Tower ceased to ring, it's okay, 'cause I could sing for you. If every flower よいしょ。こんにちは。こんにちは。始まりました最近東洋ラジオ第18回。今週もどうぞよろしくお願いしまよす。ろしくお願いします。今週はフリートーク、そういう回にしていきたいと思います。はい。でまずは今週の動画でこちらのアクアレーベルさんのスペシャルジェルクリーム EX、 こちら3種ご紹介していったので、今回タイアップした商品の感想を先にちょっとお話しさせていただいてからフリートークに入っていきたいと思います。はい。はい美容専門家美容専門家。美容専門家風。でも僕もはいなんだかんだこのあなたのお残り系をお残りスキンケアかなりやってますから、いろいろ知ってはいますよ。なるほどね。その上で感想をちょっと喋れるっていうことですよね。
そうですね。はい、私たちこれをねタイアップすると決まってから使ってきました。もうねこの高保湿ケアの方なくなっちゃいそうなぐらい減ってきてるんですけど、このオールインワンについてちょっとお話ししていきたいと思います、はい、そもそも私こちらのアクアレーベルのオールインワン本当に会社員時代に使ってたんですよ。そんな前からあるってこと？そう、これが発売された時に使ったことがあって、そこから何度か会社員時代使ってて、やっぱりこういうオールインワンってこう忙しい社会人の朝とかに本当救世主なのよ、特に私はこう CA してた時があって、朝4時とか起きたらさ、もうスキンケアに時間かけれないじゃん、でもオールインワンだったらこうちゃんとケアして外出れるからよく使ってて、特にこのアクアレーベルのやつは使用感が良かったので今回使ったことある、かつ今回は限定パッケージで北欧風のデザインということで、私の好きな感じだし、私の視聴者さんもこれ可愛いなって思ってくれる方がいらっしゃるかなと思って今回タイアップをお受けしました。可愛いよね、そう。これが今までは普通の通常パッケージが売ってたけど、特別に北欧パッケージが出たってこと？そうそうそう、すごい可愛い。種類ごとに柄がね違うんですけど、やっぱりこういうの洗面所とかに置いてあると上がるよね、気分。使ってみてどうだった？僕よく使ってたのはこの赤色の高保湿ケア。高保湿ケア使いやすいよね、それね。潤うのにベタつかないんです私がなんかよくテロップ芸人してるよね。そう、このやっぱ潤うのにベタつかない、これがすごく大事なんですよ。今まででもさ、潤うのにベタつかないって書いたらさ、ちょっと疑問を呈してたけど初めてそれが理解できたってこと？なるほどって思った、これはなんかさ、わらび餅みたいな、もっちりとしたテクスチャーなんだけど、肌につけたら突然水みたいにスーってなじむよね、多分それが潤うのにベタつかないっていう、なんかね、ほんのちょっとだけでも全部潤うし、いっぱいつけたらいっぱいつけたで全部塗り込まれていく感じでも確かにあなた今まで私のお下がりスキンケア使ったけど、何を使ったらいいか分かんないから、だいたい化粧水とクリームだけだったよね。そう、もうめんどくさい時はもう化粧水だけでいいかと思ってそうだよね。でもこれは美容液いらずのオールインワンだから。先生、はい、オールインワンって、結局何がオールインワンなんですか？これは化粧水、乳液、クリーム、美容液、マスクです。じゃあ僕は今まで化粧水とクリームだけやってたけど、全然足りてないってこと？そうだね。だけど乳液と美容液とマスクをやったことなかったけど、もうこれに入ってるってこと？入ってるっていうか、この一つで5役してくれてるっていうイメージだから、忙しい朝とかにこれ塗っとけば5つの乳液とかそういうのも含まれてるぐらいのケアができるよっていう。なんかね、僕はね割と夜使うことが多いんですけど、夜やったらもう朝もちもちのまま朝を迎えておりますよかった、で高保湿ケア私もすごくお気に入りで、私もこれお風呂上がりに使いやすい使用感だから、お風呂上がりに使ってて、メイク前はこの美白ケア使って、今日はちょっとスペシャルケアしたいなみたいな時とか、もっとしっかりスキンケアしたいなって時はオイルインの方、エイジングケアをしています、だからあなたもこのエイジングケアもいいと思うよ。で、このアクアレーベルのこちらのオールインワンは11年連続売上ナンバーワン。あ、そうなんだ。っていうぐらいオールインワンでもしっかりケアできるっていうところが好評で、ちょっとナンバーワンなんですけど、今回はその11年連続売上ナンバーワンを記念して111ということで、111g に増量されてる。そうだから夫婦でシェアしたりとか、あとは一人で使ってもこう気兼ねなくたっぷり使えるよね、こう大容量だとさ。じゃあ世の旦那さんたちは奥さんが洗面台にこのアクアレーベルの大容量置いてたら、ちょっともらってもバレない。バレない。そうなんです。だから夫婦で使ったり、あとは自分でたっぷり使える、そして可愛い、そんなね、こちら限定版なんですけど、これ私可愛いから旅にも持ち歩くっていうか、これだけ持ってけばさスキンケアの数減らせるから、これをこの前のその福島の旅にも持ってったし、このあとフィンランドの旅とか海外旅行に持っていこうかなって思うんだけど、これちょっとオールインワンのこのパッケージ、このパカパカタイプだとさ、やっぱどうしても漏れがね、こうキャップじゃないとね、だから持ち歩く時にはこうジップロックとかに入れてくださいということです。こちらはどちらで購入できるんですか？これはもうドラッグストアとかね、手に入れることができるんですけど、こちらの限定北欧デザインのパッケージは数量限定になってしまうので、なくなり次第終了ということです。なるほどね、じゃあもう見つけた人はドラッグストアに急げって感じ
だってこれさ、うん容量いっぱいでお得な上に可愛いわけ。うん早くなくなっちゃう可能性あるよね。なるほどね。そうなので皆さんぜひチェックしてみてください。はい、もう本当に肌の調子がいいよ。だからうん、確かにいいよね確かにね、最近ちょっとね、いい気がする。いいよね、もちもちしてる感じがする。ちゃんと水分とかが入ってるし、なんかやっぱ私も忙しいとさ美容液とかさ、結構省いちゃったりするんだけど、いい感じ、調子いいです。ではそんな感じで今回アクアレーベルのスペシャルジェルクリームを紹介しつつ、私たちは福島に1泊2日のご褒美トリップに行ってきましたね。はどうでしたか？い。いやもう良かったですね。よかったですか？良すぎて翌日熱出してましたね。もっと言うとこのラジオも、ん本当は福島の宿ではい収録をしてたんですが、満喫しすぎて宿をね、はい夜ご飯の時にたくさんお酒を飲みまして、彼がねはい。もうぽやぽやでした。自分的にはね、うん結構喋れてたつもりだったんだけど、そうではなかった。なんかもうサムヤをはだけながら、うん私がいろいろ喋るじゃん、うんさそうだねそうだと思うよ。もう角が全部取れた消しゴム見たくなってた。ね、うんいやもうなんか久々にね、温泉にね、うん俺1時間半ぐらい入ってたかな。いやもう長すぎて、入ってたよね。そう一緒にバイバイって言って大浴場でさ、じゃあねって言ってさ、うん特に戻り時間とか決めてなかったじゃん、で、言ってもさ30分とか出てくるのかなって思うじゃん、私待ってたクラスの来なくてさ、なんかね、その半露天風呂になるのかな、あそこ。そう大浴場は内風呂とそして半露天風呂があって、でちょうど私たち4時ぐらい、なんか夕方ぐらいにそうそう、4時過ぎ。そうなんかご飯食べた後だとみんな来ちゃうからって言って、早めにお風呂入りに行って誰もいなくて、しかもその半露天風呂がすんごい良かったのよ。そ本当になんていうの、こうヒャッホーって言っちゃったのね。はあみたいな、気持ちいいって言っちゃったもんね。なんか外風呂に入って体温めて、その外に出てはーってして体寒くなったらもう一回お風呂入って、あったかくなったらまたそうやってっていうのを10回ぐらいやってたら、1時間半も入ったの。そしたらちょうどさ、日が落ちてきてさ、そう空見ながらさ、半露天風呂から見える景色がもうなんだろう、紅葉でさ、目の前紅葉してて、とにかくさその日は風が強かったからもう雲がビュー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 動いてて、でどんどんこう夕暮れになってくるからどんどんいろんな色に変わってって、しかもなんか北欧風ホテルだから煙突あったよね。見えなかったか嘘、も。私からはもう屋根と煙突が見えて、だからもうフィンランドの秋みたいな、秋のフィンランドってこんな感じなんだろうなみたいな、寒さ的にも。でその後にご飯食べに行ったよね。そうそしたら、もういっぱいお酒飲んじゃった忘れてた、てかラジオ撮るのラジオ撮るのね。それぐらい満喫したってことだよね。すごい良かったよね。まず温泉に入れて嬉しかったのと、あと福島っていう、私の幼少期の思い出が詰まった場所で、うちの家族旅行は、国内は福島って決まってて、もういつも鞍手茶屋のうどん食べて、そのままガラス館に行って、そしてその奥の方行ってないけど今回は、猪苗代湖で白鳥のボートに乗るか、もしくは五色沼っていう、5色に変わる沼のところでボートに乗るか。っていう子供の頃のルートを、ほとんどそのまんま行って、なんかすごい懐かしい気持ちになって、うちのおばあちゃんが福島出身っていうのもあって、だからうちの家族旅行はもう福島っていうのが定番だったんだけど、大人になって行ってみたら、なんか福島ってフィンランドっぽいって思った、なんかびっくりしたんだけど。なんかちょうど夏のフィンランドに行った時のヘルシンキからクルリゾートかに多分6時間ぐらいかけてドライブしたと思うけど、なんかその途中の景色になんか似てるとこあったよね。似てるとこあったね。いっぱいあったよね。そうあとさ、湖とかも突然出てくるからさ、なんかほんとフィンランドみたいだったよね。宿も宿でさ、ちょっとランタプイスト風の宿で、なんかおー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 ってね、やっぱそういうのあるの。ルーツに私フィンランドを感じてたのかもしれない。合図があなたの DNA に入ってるだけだよ。何それ入ってるだけだっぺー。だけどペは茨城だからでもなんかそういうちょっと懐かしさがあったから、フィンランドすごく自分の中でハマったのかもってちょっと思った。もしかしたら幼少期の体験がね入ってたかもしれないと。そう
なんか面白かった、なんかえっていうなんかつながったみたいなさ、でも本当に、ん僕は初めて福島行ったけど、うん確かにフィンランドみたいだって思ったちょっと。思ったよねなんか思っちゃった私も、でも本当にホテル R とは本当ランタプイーストっぽくってうんね、作りはすごい似てた。似てたよね、だからなんかランタプイースト泊まったことある人でなんかフィンランド行きたいなみたいな思ったら一回福島に行ってあそこのホテル泊まってもいいかもうんね。すごい北欧っていうかフィンランド感じれるよねあそこね、そうそうおすすめです。じゃあちょっと福島遠かった。どうかなねあなたもすごいしんどかったよね車4時間ってまあまあ疲れるね。疲れるよね。私もなんかどうにか寝ないで頑張ってたけどなんかもう何もしてないからもう睡魔に襲われてこんなになってたやつの2時間ぐらいで車で行けるところがいいね。そうね、か電車ね。そうね。私やっぱ電車好きだからさ、うん、今度は電車でこう優雅にちょっと遠いところ東北の方とか行ってみたくない？行ってみたい。ね、行ってみたい、行ったことないから私福島より上行ったことないの。そう俺も今回でうんマックスが更新された。北海道あるけどうん本州だけで行くと、うん俺の最北上地点は今福島、福島、うん私もそっから上来たよね。うん、私ももうあと1ヶ月半早いね。ね。次の旅はもうフィンランドですか？はいそうです。あ、本場じゃん。だからもう一回確かめてくるやっぱ、そうね福島と似てんなっていうのをちょっと逆にフィンランド行ってここは会津だって言って後輩図だってよって、うん3回目、はい冬は2回目、フィンランド自体は3回目。はいすごい行くよね。すごい行くね。すごいスパンで楽しみ。夏行ったのって去年だよね。そうだよ。だから今年行ってない。今年じゃないよねうん。でも1年以上行ってない一応。ってことか、うんあの冬のフィンランドから2年ぶりってこと、 2年ぶり。あれから2年経った。ね、不思議だよね。やっぱ九州生まれからするとさ、やっぱ雪見れるだけでさ上がっちゃうからさ上がっちゃうもんね。これ言ったらさ東北とか北海道の人からさもう雪見るってテンション上がるなんて考えられませんみたいなさ来るけど、でも本当そうだね。多分九州っていうか、うん雪あんまり見ない地域の人からすると、雪見るだけで上がっちゃうっていうね。そうだよ。だって私専門学校の時沖縄出身のクラスメートものすごいぶち上がってたもん雪でしかも日じゃないもんね。フィンランドとかのさ、うん雪とかさ、うんすごいもんね。うん、私も結構テンション上がるもん。いや今回ラップランドが多めだから楽しみだね。そうね。いやまあそのね冬も楽しみだけど来年も一人で行っちゃおうかなみたいな。フィンランドよくちょこちょこ言ってるけどさ、で毎日こう日記をしたためてうん、それを一冊の本にし、あら自分でね、はい、あなた編集長でなんだっけ、ムックじゃなくてジンか。ジンにして、孤独がテーマですよね。一人旅ね。来年ちょっと一人がテーマな気もする。ちょっとね、まあ、若干ちょっと踊り場で踊るの飽きてきた説みたいな、飽きてきたっていうかまあ1年でいいなみたいな。そう踊り場で踊る私を楽しむって言ったけどね、今年の誕生日に今まで頑張ってきた分なんかちょっとこう楽しもうみたいな、全て楽しもうみたいな感じだったんだけど、まあ、またもう一回ちょっと自分を見つめ直すみたいな、そういうフェーズに来てるなみたいな気がして、そうここ 1,2 週間はそういうことを考えて生きていました。まあ、実際踊り場にいたのはじゃあ半年ぐらいですか。そう早くない？まあでもあんたの性格じゃやっぱ無理やろうね。ずっとダラダラしてたわけじゃないけど、ダラダラしたらちゃんと一応仕事もしてたしさ、やるべきことやったんだけど、まあ、ある意味なんかこういい意味でも悪い意味でもこなれちゃってなんて言ったらいいんだろう、調子乗ってるみたいな感じがであなたにも言われたし、まあ、自分でもまあそうは感じる。いい意味でもねそれは。そうでもなんか自分の中ではさ、まあでもそういう時もあっていいじゃんみたいなさ、思ってる部分もあるんだけど、まあなんだろう、まあ、人生っていうのはさ暇つぶしじゃん人生でさ何かを達成したとて何か成し遂げたとてさ、終わりが来るわけでさ、生まれてから死ぬまでさ、要はその暇つぶしをしてるみたいなもんなんだろうなっていうのを思うんだけど、でもやっぱりその生きてる中でも、自分の中でちょっと頑張りたいとかさ、あれを目指したいみたいなさ、そうや欲をつけていかないと満たされない部分があったりするわけ、そうそれで、まあ、抑揚をつけたいよねっていう、ので、まあ、とはいえさ、まあ、今自分が YouTuber として、まあ、何年かやってきて、こっからじゃあまた次私何やるんだろうっていうのは見えてないわけですよ。こっからこのぶち上げる何かこう大きなさ、おおって思うようなものがさ、すぐに見つかるわけじゃない、ないから、でもなんかちょっとこのままこういう感じで踊ってるのは、それはそれでよくない。踊りながら
階段降りてっちゃいそうな気がして、うん来年はじゃあさらなる飛躍の年をここに宣言してそう、さらなる飛躍できるのかな。何をしたいのかはまだ明確ではないっていうか、何を目指すのかはまだ明確じゃない。なんか分かりやすく会社員から独立みたいな、そういう分かりやすい旗はないわけよ、でもなんか自分の中でちゃんと何かを見つけていきたい、そしてそれをつかみに行きたいみたいなのが、ふつふつと湧き出ている、そういう感じなんですよ、でも難しいなと思うわけですよ。だって別にこのままでもいいじゃんって思う自分もいたりとか。どうなるんでしょうね来年は。どうなる。でもなんか見えた感じはするけどな。本当？あなたが一番客観的に見てくれてるじゃん、あなたがすごくストッパーみたいなところがあって、私が調子乗りそうになったら「はいはいはい」ってなんか地に足をこうやってつけてくれるっていうのがあると思うんだけど、ちょこちょこそういうなんかアドバイスみたいな助言をもらって、最初はなんか「みたいなさ、ちょっと反抗すぐ反抗するもんなんです。最初すぐ反抗されるから半年後にさ「私が思いつきました」みたいな感じでさ言ってくるけどさ「言ったやん」ってその時はまだなんか認めたくない自分がいて一旦抵抗させてほしいみたいなのがあるんだけど、やっぱりこうじわじわと自分の中でこう吸収されて、やっと分かりましたっていう。もう最近早くなってきたね。確かにそのスパンは早いよね。早い。1週間ぐらい私さって言ってそれ1週間前じゃなかったあたかも自分の意見かのように。そう自分でね目標を設定して生きていくって難しいよ。でもさなんかこのあなたのチャンネルはさ、なんか割と何かを成し遂げたい人みたいなさ、そういうなんかモチベーションを共有したいみたいな人もたくさんいてくれてると思うから、逆に視聴者の人思ってるかも。ようやくまたモチベのミクモチベのミク来たって。でもそうじゃなくてライトに見てるね、楽しいのが見たい人もいるから、難しいところである、でもその辺バランスですね。全然楽しみながら頑張るって感じかな。なんか YouTube 始めたては苦しみながら頑張りますみたいな感じだったんだけど、今は楽しみながらも頑張ろうみたいなテンション感かな。何を頑張るのかはちょっとよく自分の中でもちょっとわからないんですけれども、なんかまた新しい道を見つけたいってちょっと思ってきてるかな。俺はね、あなたなんか来年ね、そのジンもそうだし、陶芸も始めたでしょ、あとやっぱ物販とかも作りたいものがいっぱい出てきてるから、なんかやっぱ作り出すものをね、作り出す1年なんじゃないかなって。そうなの。なんか作りたい欲求がすごいあるかも、っていう感じがするんで、来年それがねうまく形にできるのが一番いいけど、じゃないとしてもなんかいろんなものをなんか生み出そうとする感じはするけどね。じゃなんかそうだからジンとかずっと前にさ、あなたにジン作って自分のブランドで売ったらいいじゃんって。いやその出版社待ってなくて、自分でやったらいいじゃんって、そしたら自分の好きなのやれるんだよって言われて、その時聞いた時私ジン何書いたらいいんだろうって思ってたんだけど、今はすごいこういうの作りたいっていうのがなんかある。そのためにやっぱ一人でなんかしみじみ一人で行って、毎日夜ちゃんと日記を書く時間、日記っていうかそういう人用の書き物とかをする時間をちゃんと設ける、なんかそういうのができてなかった最近。だけどこの半年でなんかずっとアウトプットしたのを、一旦ちょっと止めるじゃないけど、でいろんなもの吸収できたから、そろそろなんか出したいみたいな気持ちになれたんじゃない？そうだね。なんだろう、なんかいつもこうやってさ、こういう風にこう自分に焦っちゃうんだけど、あれやろう、シャラーっていう気持ちになりたいな思う。そうなんか前なんか視聴者さんになんか会った時に言われたのが、なんかど根性ガエルみたいなところが好きですって言われて、昔もさこう家の中でさ、ちょっと丁寧風な暮らししてたじゃん。いや俺さ思うんやけどさ、その丁寧な暮らしに憧れますってさ、コメントたまに来てるけどさ、あなたからさ一言も丁寧な暮らしってさ名乗ったことないし、俺動画調べたんよ、丁寧な暮らしってタイトルに入れたことあったっけと思って一個も入ってないわけ。私別に自分が丁寧だと思ってないから、好きに暮らしてるだけで、全然丁寧じゃないのよ。ごめん、はい、そうだから丁寧風なね、暮らしを発信してた時、その時からもうど根性ガエルを感じ取ってたらしい。溢れんばかりのど根性雑草魂みたいなさ、なんだろうね、やっぱそううずいちゃうんだ自分の中でね。なんかね
客観的に見てね、うんこの動画って何が受けてんだろうっていうかさ、このチャンネルって何が受けてんだろうみたいなさ、私のチャンネル。そうそう、まあいろんな要素があると思うけど、んなんか一個はやっぱそのヒヤヒヤ感っていうかっていうのがやっぱずっと言ってくれるよねそれ。そうそう、やっぱちょっと愛らしさにつながってるんじゃないかなって思ってて。ヒヤヒヤ感って例えばどういういや感じ？なんだろう、突拍子がないわけじゃないけど、んたまにこの人何言い出すんだろうっていうなんかちょっと怖さこれ言っちゃうんだみたいなところがやっぱ人間らしくて、なんか人間臭くていいんじゃないかなって。ね、行き過ぎはいけないけどね。そう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 最近ちょっとセーブできるようになってきたんだけど、まだ確かにそうかもね。まあ、ある意味素人らしさみたいな。そう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 。そこがやっぱ私のねチャンネルの売りだなと思うんですよ。いやもうガチで素人が演じて、素人が撮って、はい素人が編集して、はい素人が出してんだなって思もうう。プロから見たらもそううすぐ見抜けるよね。うん、なんかね、やっぱ雑いもん。いろんなそのカットとか、うん画角とか、やっぱねたまにさ、うんそのまあ、YouTube さもちろん見てさ、ん全然フォロワーまだいない始めたてみたいな人でもさ、うんやっぱもう編集めっちゃしっかりしてるもん。うん、なんかカラーグレーティングとかそうやってるでしょ。しないもんね。そう取って出しですよね。そうなんかねなんか冷静に考えるといないんだよね。そう。そう雑な人って今そうやっぱ今みんなさ編集うまいしさ、うん、みんなだってほら動画スクール通ったりとかさ、うんまあもともとカメラマンやってましたとかもあるだろうしさ、そううちはさカメラ機材だけはさ、まあ、ちょっといいの使おうって言ってさ一丁前だけどね。一丁前だけど使い方よく分かってないからね。そう設定いじったことないしよく分かってないままやっぱやってるのが、あなたもだって旅でやってくれてるけど別にうん全然よく分かってない、何もカメラとかやったこともないよね。うん、そうだからたまにさ褒めてくれる人いるけどさプロが見たらちょっと多分かじったことある人が見たら、うんうんえっていう、うんガチ素人やんって多分本当に分かる。そのなんか編集もヒヤヒヤしてる感じそうだね。だからまあこれからもヒヤヒヤさせて素人ど根性ガエルで。でもやっぱど根性ガエル的にはこの素人感のままうんやっぱり100万人いくっていうのまあある意味目標ですね。うんまあ、そこまではやめらんないなみたいな。えいや分かんないですごめんなさい何があるか分かんないから、まあそこまでまあでもそこまではやめらんないなぐらいの気持ちではいますよやっぱ、うん始める時からちょっと思ってましたからやるならとことん行きましょうっていうことで、あなたもこれからもいろいろ手伝ってもらうことがあると思うんですけどよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいってはいということで今週もそういう感じでフリートークをお届けしてきました。今年はもうあとラジオがあるんでしょうか。あらあらだとしたらもっと喋ることあった気はするなもう一回ぐらいあるんじゃない。そうね、もう一回ぐらいはさすがにあるよね。ありそう、さすがにもう一回ぐらいは。うん、じゃあ一応質問募集しといた方がいいんじゃない。そうだね、今年ラスト、ラジオになるかもしれないから。何がいいかな質問やっぱ振り返り系がいい。あじゃあ今年うん、頑張ったこととか募集していいんじゃない、で頑張ったこと、うん。褒め合う会とか、あ、褒め合う会ね。うてかなんかあれだね、下半期頑張りたいことみたいなラジオで募集してた気がするんだよね。ん、うん、私その時何言ってたかな。踊り場で下踊るって言って半期。あ、そうじゃん。た、踊り場で踊った後のうん、踊りまししたって踊り切りましたみたいなね。うんじゃあその頑張りたいって思ってたこととかこうしたいって思ったこと頑張りましたっていう報告を皆さんにしてもらいつつ、みんなで頑張ったねっていうそういう会にしようか。うんまあ何でもいいよね今年やったこと。いや何でもいい、ほんとちっちゃくていい。もう本当になんか毎日お風呂入りましたとかでもいいよこんなちっちゃいことでも大きいことでも頑張りましたよ私。あじゃあ全力で褒めます。はい、でみんなで褒め合おう。あ褒め合おう。すごいとかいうコメントをみんなで付け合って、うんもうみんなでみんなの小さな頑張ったことを褒め合う。分かった。じゃあもう皆さんコメントでうん頑張ったこと書いてくれた人に、うん、頑張りましたねおめでとうとそうかすごいとかっていうのを言うっていうそ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 う素敵なコミュニティ。素敵なコミュニティでも確かに褒められることってなかなかないから。確かにお母さん頑張りましたとかさ、受験頑張りましたとか社会人頑張りました1年目とか、うんそういうのやろう。褒められましょはいそういうことがあったらぜひどしどしコメント欄に書いてください。そしたらみんなで褒めていきたいし、私たちもその中から何個かピックアップしてコメント読んでいきたいと思います。う。はいはい、では今週の最近土曜ラジオは以上です。この動画が面白いなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。